こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、スライムブロックでした。それだけ？他に色々あったわよ、確か。まあそれはともかく、この戦いに終止符を打とうと思います。まだ開けるな、こらえるんだ。でや、やった。ついに、訪れの撃破成功です。だからなんなの？さて収集ブロックですが、塔に積んだのは74個となり、多分コンプリートまで半分超えてます。まだ入手可能か不明なブロックがいくつかあるので、最後に何段になるかまだわかりません。さてまずは前回作り忘れた赤紫色の色付きガラスのクラフトです。ってあれ？いやお恥ずかしい。赤紫は桃色と紫を混ぜた色でした。なんで赤と紫を混ぜようとしたのか自分でも不思議です。だいぶ順応してきたわね。さて、手持ちの染料で作れるのはこれが最後です。他の色付きの新ブロックはサボテンやカカオを見つけないと入手しづらいんですよね。先ほどの作業中に、やっと塔のてっぺんまでツルが伸びたようです。今詰めるブロックを積んでしまいます。さて、色々悩んだ作業用足場作りですが、まずはしご設置可能の新ブロックを積みます。そして今積んだブロックにはしごをつけて、はしごが消えました。なんで？一瞬はしごがついたの見えたし原因ははしごの当たり判定の都合のようね。何個か持ってくるべきでした。そういえばご指摘いただいたのですが、スライムブロックはシフトを押しながらだと跳ねないそうですね。嘘つき。素で信じてたのに。どこが嘘？確かに跳ねなかったじゃないの。プレイ後に公式英語ウィキで調べたら、スニークしてると落下ダメージがあるとちゃんと書いてありました。なお、ジャンプキーをしながらだと通常ジャンプになるそうです。さて、これで私は8代目になってしまいました。でも8という数字は末広がりで縁起いいですよね。地図が末広がらないよう祈るしかないわね。あ、もう一度死ねばいいだけね。数字の縁起なんて私はそもそも信じてないです。で、ここまで来てうっかりしてました。今、入れ替え用のツルを這わせられる新ブロックがないですね。結局特にいい手は思いつかなかったのでここは撤収。さて降りようとした時思ったんですが、結局スライムブロックギリギリでツタに捕まれば最も素早く降りれますよね。何今の？これ今死んでから跳ねたわよね。何をしたのよ。操作ミスしてしまいました。ツルに捕まろうとした瞬間に、癖でシフトをポンと。でもすぐ気づいてシフト離したんです。まあミスはともかく、まさか死んだ直後のシフト操作が効くとは。これは新発見です。一体いつ何に使えるのよ。さて、次の舞台は地上です。ここをノーダメージで降りれると気持ちいいんですけど、失敗すること多いのでここにもスライムブロック欲しいです。あと、これで私は9代目になってしまいました。でも末広がりは子孫繁栄、つまり早く9代目の私の出番が来るのは必然だったわけなんです。その前に、スライムブロック設置してから落下死が増えていることに何か思うことはないの？さて塔の周辺を歩き回って、ようやく4つ目の直下の穴を見つけました。ここさえ塞げばもう安心です。ちなみに3つ目の穴はゾンビから卵を入手したすぐ後で見つけて塞いでいましたが、前回うっかりカットしてしまってました。よいしょ、これが3つ目の穴です。さて、拠点から西北西の方面にやってきました。この辺りに湿地、少し奥に白樺の森があったことは地下にいた時調査済みです。一応翡翠欄は取っておきます。企画と関係ないですがなんとなく。さて、まずは白樺のブロック3点セットの入手です。
これでまだ未入手のキワマツ、ダークオーク、そしてジャングルの3種類となりました。どれも生えているバイオームをまだ見つけてないわね。ジャングル以外はすぐ見つかりそうですけどね。さて夜が更けてきましたが雨がひどいです。でもスライム狩りが目的なのでベッドで雨を止ますことはしません。あれもしかしてウサギですか？そういえば実装されたとかどこかで見たことありました。まあそれよりウィッチが脅威です。今は矢がほぼ尽きているんです。ほどなくしてスライムが湧きました。やっぱり広い立地の湿地に来て正解だったです。雨はもう止ませていいですね。さて、すがすがしい朝を迎えました。今日の天気はすぐに晴れです。ベッドぐしょぐしょになってない？天気がいいのですぐに乾燥しました。さて、矢が足りない以上、ウィッチには強襲作戦で挑むしかないですね。言葉変えても結局はゴリ押しでしょうに。何か拾ったようですが確認は後です。嘘でかいスライム倒したのに、スライムボールたった4つです。うわぁまだ朝にするんじゃなかったです。今回なんかスムーズにことが運ばないこと多いわね。ちなみにウィッチのドロップは雲の目でした。さてウサギに近づいてみたのですが、案外しっかりとした形でウサギっぽいですね。耳も後ろ足もきちんと作られているわね。下調べはまだなのですが、新実装されたからには何か重要なアイテムを落としそうな気も。と、ゾンビ肉もったいないです。まだ集めてたのね。栽培してたサトウキビも回収し、ひとまず30個手に入れました。さて、実績解除の準備です。まずは今拾ってきた卵をチェストに、そしてゾンビから受け取った卵を出しておきます。それ何か意味あるの？こっちを使わないと命がけで卵運んできた子供ゾンビが浮かばれません。で、牛乳用にバケツ3つクラフトします。前作ではケーキを作るレシピを忘れてしまっていましたが、今回は大丈夫です。きちんとケーキのレシピが忘れやすいことを覚えていました。今なんて？そしてプレイ中に忘れないうちにレシピ通りに並べます。何かが3つ足りませんね。あ、小麦か。しっかり覚えておきなさいよ。無限水源用に水汲んできました。小麦は地上探索で村で手に入れようと思ってたのですが、もう小麦畑も作ってしまいます。完成しました。まあこうなると思ったわ。コップン使うので本当は水もいらないんですけど、まあ水バケツをロストした時ここで汲めると便利です。さて、前作での雪辱を果たすべく、一発でクラフト成功させてみせます。普通なら普通に1回でクラフトするものじゃないの。さて緊張の瞬間です。うおーバッチリです。やりました。さて、クラフト一発成功記念にこのケーキは飾らねばなりません。どこにしましょうか。水の中に沈めておいたら？いい場所がありました。まあ、そこしか空いてなかったわね。これでこの殺風景な拠点も様変わりです。その後パン実績もと思いましたが、コップンが小麦2つしか作れませんでした。そういえば牛の繁殖もまだよね。さて再び塔のてっぺんで、作業用足場をはしごを使って設置したところです。白樺の木材は仮置き用で、後で色付きガラスに入れ替えます。これ白樺の木材を入れ替えるとき横に足場が必要じゃないですか。勘違いしてました。はしご使って作業用足場作っても、結局危ないことしなきゃならなかったんですね。スニークで足場伸ばす程度でなんでそんなに怖がるのよ。いやむしろ、左手の小指一本で全身を支えることが怖くない人いるんですか？まあ次回からははしご使わず、普通にブロックから足場伸ばします。さて、
あとは赤色の色付きガラスを差し込んで、これで1セットです。パターンができたのであとは反復訓練するのみです。この塔って鍛錬の塔だったのね。それと同時に物理実験の塔でもあります。そして最後は哲学の塔になるのね。この鶴の脇からガラスを差し込むのがちょっとやりづらいです。さすがに慣れてきました。今後仮置き用のブロックはこの牛ブロックに変更します。確かに牛っぽいけど。ネットで調べてみたら、白樺はカバの木かカバの木属なんですよね。つまりちょうど動物つながりなんですよ。今のどこに動物が出てきたの？あ、カバが脱走しました。バカなの？死ぬの？いや、まあ時々こうなりそうなので、白樺の原木を何個か持っておけば済む話ですね。さて、Y 座標86の高さに達したところで、収録の途中ですが今回はここまでで、続きは次回です。動画を長くするか悩みましたが、長いと手直しやチェックがかなり大変なので、やっぱり切りました。塔に積んだ収集ブロックは7個増えて81個となり、手持ちで牛ブロック、チェストに5種類の色付きガラスが眠ってます。やや牛が優勢なのね。次回は地図片手に近場探索と、いくつかの実績解除、新ブロック集めです。当面はもう少し高さを稼いで、早めに丘陵のバイオーム程度は自由に進めるようになりたいです。ではこんなところで。それではまたね。バイバイ。